今日は京都大学不便益システム研究所の素数物差しを購入したので開封をしていこうと思います。こちらは竹でできた物差しとなっています。結構分厚い物差しなので強度の方はだいぶあるかなと思いますね。塗装でもなくレーザー刻印でもなく手作業での焼き印がされています。こちらは素数物差しということで実用性を度外視した物差しとなっているんですけれども、いろいろと調べてみるとただの素数の長さの位置にメモリが書いてあるだけじゃなく、すごく奥が深いからくりがあったので紹介をしていこうと思います。京都大学と書かれているところは結構深く刻印がされていて立体感がありますね。上側のメモリはセンチメートルの単位でして2センチ、3センチ、5センチ、7、11、13、17といった感じでメモリが書かれています。対して下側はミリメートルの単位でして2ミリ、3ミリ、5ミリといった感じで続いております。全長は180ミリとなっています。不便だからこそ得られるものがあるということを研究していく中でこの物差しが生まれたそうですね。素数の定義ですが、1とそれ自身でしか割り切れない自然数、つまり正の約数が2個である自然数のことを表します。1は含まれません。これだけだとただ不便なだけじゃないかと思うんですけれども、この物差しのすごいところは1センチから18センチまで全て測ることができるというところなんですよね。書き方がごちゃごちゃで製図としてはあまり良くない書き方なんですけれども、こんな感じで素数以外の長さを書いてみました。なのでこの物差しさえあれば1センチから18センチまでの長さを書けと言われたら書くことができるんですよね。このような物差しのことを間微素数物差しと言いまして、物差しの全長が何センチかということが極めて重要になってきます。6.5 センチとかの長さを測るときは下のミリメートルの単位の方も使わなければいけなくて大変かもしれないんですけれども、素数センチメートル以外の長さをどうやって求めるのかを考えることができるので、小学生の計算力や思考力の向上に大きく役立つ教材になるんじゃないかなと思います。こちらの物差しですが、全長が18センチとなっています。18という数字は素数じゃないということで批判があったそうなんですけれども、もし全長を17センチという素数にした場合16センチを測ることができないので、これは間微素数物差しとは言えなくなってしまいます。これを幅広く考えていくと、全長が素数かつ間微素数物差しであるためには全長が3センチのみの場合となっています。3センチの物差しってそもそも短すぎるということで実用的な長さの18センチになったということですね。ただ18センチの物差しって結構長くて革の筆箱とかには入らないことが多いので、14センチも間微素数物差しとなっているため個人的には14センチの方もあったらいいなと思ったりしています。値段なんですけれども、京都大学の生協では106番目の素数である577円で、Amazon では181番目の素数である1087円で販売されています。Amazon の方は値段がもしかしたら素数の範囲内で変わっていくかもしれません。実はミリメートルの単位の方は全長が180ミリとなっているので間微素数物差しではないんですよね。25ミリが残念ながら測れないそうです。ですが全長182ミリは間微素数物差しとなっているので、あと2ミリだけ全長が長かったらなといった感じですごく惜しいんですよね。提案としてはセンチメートルの単位の方は18センチ、そしてミリメートルの単位の方は182ミリとすることによって両方で間微素数物差しを満たすので、台形みたいな形にはなるんですけれども、頭の中は丸く収まるんじゃないかなと思いますね。といった感じで京都大学の素数物差しの紹介でした。ただ素数のメモリが書かれているだけだと最初は思ったんですけれども、意外と奥が深いなと思いまして、数学がお好きな方はぜひ概要欄に Amazon の URL を貼っておくので見ていってください。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。